皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の1日火曜日ですね。時間がほぼ予定通りの日本時間の夜9時6分ということで、珍しく予定通り、放送開始できます。今日のワイワイニュースライブは昨日はですね、ちょっと私がとちりまして、Windows 10のアップデートが1時間以上かかるっていうのは全然分かんなかったんですね。それで、放送台本を完成できなくて、急遽お休みさせていただいたということなんです。で、今日のワイワイニュースライブは通算で2860回ということになります。いつものように一元放送でツイキャステレビで、正面からですね、音声も映像も問題なく配信されているということですね。で、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、安倍晋三と自公政権がこの7年間に犯した重大な国家権力犯罪はなぜ裁かれないのかという根本、日本が抱えている根本問題なんですね、これはね。というのを正面から今日は取り上げようということです。最初のお知らせ、最新のお知らせですね。先週のですね、金曜日、9月の27日がちょうど私がブログですね、杉並からの情報発信ですをグーのサイトで開始してからちょうど満12年になるということなんですね。2007年9月27日に始めましたんで、ちょうど満12年になるということですね。それで、金曜日に放送したメインテーマをブログ化して、翌日の先週の土曜日に、最新記事として、ナンバー3248ということで、ブログ記事の通算が3248回になったということですね。で、このグーのサイトっていうのはだいたい毎回約1000名の方が訪問されていると、読まれているということで、この12年間で、正確な数はですね、なんか以前は無料で見れたんですけど、最近はグーも有料化しちゃってですね、正確な数が分かんないんですけど、おそらく550万人総数でですね、延べの方が訪問されているということですね。ということです。今日の最新のお知らせの1番目ですね。で、2番目がですね、先週の金曜日に放送したメインテーマ、続きイルミナティの陰謀サイトに騙されてはいけないということで、これの YouTube 向けの表紙を作ってもらいました。こういう非常に分かりやすいんですね。捏造ということで、アルゴアとグレタさんのツーショットがアルゴアの顔写真、顔ですね。顔を誰でしたっけ、彼に差し替えちゃったということなんですね。ジョージュ・ソロスだ。差し替えたということで、非常に、うまくできてるんですけど、この捏造写真の欠点はですね、アルゴア、もともとのアルゴアとグレタさんの視線がですね、一致してるんですよね。ちょっと横を向いてるんですけど。で、このジョージ・ソロスに差し替えたやつは視線が全然合ってないんですよ。だからこれはおかしいなということなんね。非常によく合成されてるんですけど。ということで、このシークレットサイトっていうのかなというフランス語版のサイトっていうのはおそらくイルミナティの陰謀サイトだろうということで、
いくつか私は間違いというかでっち上げ、を指摘したんですね。でこの放送がですね、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが483名様、 YouTube が1968名様で、全部で2451というふうになってますね。そして、明日水曜日、明日からですね、毎週水曜日はずっとやってきました語学研修がまた再開しますんで、明日から来年の1月までですね、外国語放送、普通日語放送と英日語放送は語学研修のため、お休みさせていただくということです。で今日の画像ですね。今日の画像は1234つ。今日の特別じゃなくて注目記事で取り上げましたけど、9月の26日に NHK で10時からかな、 NHK のクローズアップ現代で取り上げた16歳の少女が訴える温暖化非常事態というタイトルの1時間の番組があったんですけど、その中で出てきた写真ですね、画像ですね、これを4枚取り上げたということで、最初は国連の気候変動グローバルアクトっていうんですかね、彼女が、演説したということで、あなた方を絶対許さないと、再び私たちを裏切るとしたら絶対許しませんよという、グレタ・トゥーンベリさんの言葉ですね。そして、2番目がこのクローズアップ現代で、出てきました、カメラが撮った北極圏驚きの現実ということで、2008年の北極で、氷河がそびえ立ってたんですけど、2019年、今年11年後、その部分がそっくりなくなっていると、溶けちゃっていると、地球温暖化のためですね。こういう事態ですね。ですから私たちの周りでは異常気象が頻発しているということなんですね。熱中症、あるいは台風が大型化すると、あるいはハリケーンが超大型化しているということとか、さまざまな自然現象がちょっと異常だなと思うようなことが集中豪雨とかですね、山火事とかですね、自然発生の山火事が多発していると、放火もありますけど等々ですよね。異常気象が頻発しているのは一体何なのかと、地球温暖化の影響だろうというふうに、日常生活をしててもですね、ちょっと異常だなということが分かりますよね。それから3つ目、この番組の中で、出てきた表ですね。世界の温室効果ガス排出量ということで、これ排出量の実績、赤いところは実績なんですね。それでブルーのところがこれから予想される排出量ということで、すでに 1.5 度プラスになっている
いうことで、2000この赤い線が2030年なんですね。でこれからCO2 の排出量が増えていくと最終的にはプラス4度になると。2100年という予想なんですね。ですからCO2 の排出量と温暖化が関連しているというシミュレーションのマップなんですね、これ。そして、4つ目の画像が同じ、NHK クローズアップ現代で出てきた再生可能エネルギーの発電比較ということで、こういうふうになってるんですね。ちょっとこれがですね EU なんですね。ドイツか。一番先進国ドイツですね。それでいわゆる全エネルギーの 60%、55から 60% を、代替エネルギーにすると、再生可能エネルギーにするという目標を掲げてるんですね。これが達成するのが2035年の目標、55から 60% にすると。だから原発は完全にやめるという前提なんですね。でこの濃い緑が現在なので、現在 30% なんですね。で次がイギリス、これは 44% を2030年目標、現在は 30%、ドイツが 35% ぐらいになってるんですね。そしてフランス、現在が20% ぐらいかな、15% ぐらいで、2030年には 40% にすると。イギリスが 44%からフランスが 40% で、スペインも 40%。現在スペインは結構 35% ぐらいになってるんですね。で一番最後の日本、これは22から 24% にするって目標が2030年ということで、これ実績がほとんどないんですね。ほとんどゼロということかな。そうでもないのか。何パーですかね。水力発電も含むんですね。これで 15% ぐらいかな。フランスと同じぐらいですね。フランスよりちょっと多いぐらいですね。こういう表です。今日の画像ですね。ということで、今までのところをアップしますね。ブログを開始してからちょうど12年になりますという話ですね。それで、ブログの総数も3248になったということですね。そして、ブログ、毎日約1000名の方が訪問されているということで、12年の間延べですね550万人ぐらいが訪問されてんじゃないかという推定なんですね。でこれが私のブログですね。グーの方ですね。でもう一つ杉並からの情報発信です2っていうのがあるんですね。
これはまあ予備として、一度だけですね、Wi-Fi ニュースグーの方のブログが1日、停止処分されたことなんですね。クレームしてる人がまあ、しつっこくで、まあ、ネトウヨみたいな人間がしつっこく私の記事の内容に関して、妨害しているということで、私はその人物の顔写真とから実名かな、実名とそれから等々を暴露したんですね。そしたらその本人がまあ、グーの事務局の方にクレームして、事務局の方は一旦停止処分したということで1日で回復したんですけど、で念のためやはり万一何が起こるか分かんないということで、自分の、まあ、情報発信手段として、2っていうのを FC2 の方で、に作ったんですね。それが2なんです。から明日からですね、また語学研修が始まりますんで、1月までですね、外国語放送はお休みさせていただくということです。まあ、できたら来年の4月ぐらいからこの間、まあ勉強してた新しい外国語での放送を始めたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと分かんないですね。非常に難しい言葉なんですね。ということです。そして、先週金曜日のメインテーマ、続きですね。イルミナティの陰謀サイトに騙されてはいけないというその、表紙ですね。 YouTube の向けの表紙と、それから現時点の、視聴者数ですね、2451名様とですね。これダブってるか、失礼しました。それと外国語放送を当分の間お休みさせていただくということですね。それと今日の画像ですね。これはグレタ・トゥーンベリーさん16歳、あなたたちを絶対許さないという言い切ってるんですね、彼女はね。もしも再び私たちを裏切るようなことがあればという前提がついてるんですけどね。から2つ目が南極の氷河が2008年にはたくさんあったんだけど、2019年には完全になくなっちゃってると。温暖化のせいなんですね。これは非常に分かりやすいですね。それからもう一つが世界の温室効果ガス排出量のシミュレーションですね。現在平均気温が 1.5 度上がっちゃってると。でこのままいくと2100年にはプラス4度になるということですね。
そして、ドイツからどこだっけ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、日本の各国の再生可能エネルギー発電量のパーセンテージの比較ですね。やはりドイツが一番進んでるんですね。これがそうですね。で現時点でドイツは 55% と、イギリスが30%、ドイツは 35% か、イギリスが 30%からフランスが15%で、スペインが35%、結構進んでますね。で日本は15%と、フランスと同じぐらいなんですね。で目標としてはドイツは55から 60% にすると、これは2035年の目標ですね。でイギリスが2030年に 44%、フランスは2030年に 40%、スペインも2030年に 40%、日本は2030年に22から 24% と、こういう目標を掲げているということですね。はい。皆さんからのコメントですね。翔さんですね。コンティニューコイン配信ありがとうございますと。それと、ルリエブルさん、お茶、こんばんは、配信ありがとうございます。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚ですか。コンティニューコイン配信ありがとうございますと。から砂月金さんがいつものあれですね、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。安倍晋三と自公政権がこの7年間に犯した重大な国家権力犯罪はなぜ裁かれないのかと。K さん、コンティニューコインですね。からのこのこさん、おしゃばく10から砂関金さんが今日のメインテーマリツイートしてくれました。から初耳さん、これは昨日のあれですね。昨日の月曜日、放送台本準備ができなかったんで、急遽お休みさせていただくということで申し訳なかったですね。ということです。ということで今日の一言ですね。これは、今日の注目情報で16歳の少女が訴える温暖化非常事態というクローズアップ現在ですね。9月26日、先週の木曜日、10時から約1時間ですね、温暖化非常事態に関しての番組の中で、特に、江守正田さんというのかな、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長専門家の部分を取り出してですね、今日の一言でまとめたということなんですね。で、このクローズアップ現代の司会者武田さんというアナウンサーなんですね。なかなか良さそうですけどね。で本当に温暖化 1.5 度上昇の意味やということで、武田さん、グレタさんの言葉、一人の大人として私も目を覚まさせてもらった思いがします。こちらご覧くださいと。これは温室効果ガスの排出の予測を示したグラフです。これ先ほど取り上げたこれですよね。このグラフですね。このまま何も対策しなければどんどん増え続け、予測の幅はありますが、排出量は2100年に最高のケースで現在の3倍以上になると見込まれていると。気温なんですが、早ければ2030年にはおよそ 1.5 度、
2100年におよそ、そうか、2030年には1.5度なんだ。2100年にはおよそ4度上昇すると言われてますと。そして、気候変動の専門家、国立環境研究所の江森さん。まず気温なんですが、プラス1.5度、そして2100年には4度、本当にこういう事態は来るんでしょうかと。で、江森正人さんですね。本当に温暖化するかという議論もあるかと思いますが、太陽活動の方が重要ではないかとさまざまなことを言う方がいらっしゃいますが、過去に実際に起こった温暖化というのが人間活動による温室効果ガスの浄化がないと説明ができない。そして温室効果ガスが増えればそのまま温暖化していくということは科学的には明らかだと言っていいと思いますと。武田さん、科学的に明らかなことです。江森さん、非常によく理解されていますと。武田さん、1.5 度を超えていった後にどういったことが起きるのかということですが、 VTR の中の研究者はもはや後戻りできず、気温が上がり続けて灼熱地球になってしまう可能性もあると指摘していましたと。本当にこれもそういうことになるんでしょうかと。江森さん、1.5 度を超えると必ずそうなるということではないんですが、そうならないかったとしても1.5 度を超えた温暖化で我々が近年すでに経験し始めているような熱中症による健康被害であるとか、あるいは洪水であるとか、高潮であるとか、生態系の破壊であると、そういったことが増えてきますと。日本でもこれは例外ではないわけですと。そして1.5 度を超えてさらに温暖化していくと、どっかで後戻りできない変化が始まるんじゃないかということが最近の論文で指摘されているんですねと。それは氷が溶けるのが止まらなくなる、どんどん溶け続けるようなスイッチが入ってしまうとか、あるいはメタンが出てくるとか、アマゾンの熱帯雨林がどんどん枯れていくとか、しかもこれが一つスイッチが入ると、それによって起こされた変化が次のスイッチを入れてしまうようなドミノ倒しのように、連鎖反応が起きていくという。これが起きますと、人間活動によってどんどん止めようと思っても数百年とか1000年かけてですが4度ぐらいまで温暖化するのが止まんないんじゃないか。これが灼熱地球と言ってることですと。武田さん、それがいつ起きるか分かんないような事態になりかねないということですねと。江森さん、しかもあと10年が勝負だということが非常に大事だと思いますと。非常に緊急であると。我々日本の科学者も先週ちょうど日本学術会議の緊急メッセージという形で岐路に立っていて非常に重要だということを日本の国民の皆さんをも認識してくださいと言ったばかりなんですと。ぜひそういった声に耳を傾けていただきたいと思います。これが専門家の見解で、ほぼ当たってるでしょうね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですね。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。雪丸マさん、コンティニューコインですね。ありがとうございます。というのが今日の一言ですね。それで、今日の注目情報として、9月26日木曜日、先週の木曜日10時から1時間放送されたクローズアップ現代 NHK、 これのサイト NHK のサイトに、要領よくまとまってた文章をかなり長いんですけど、これを全部アップしたということなんですね。で、これの URL を貼り付けますね。これぜひお読みください。で、この放送の中でも紹介されてますけど、日本のグレタさんみたいな人がいるんですね、若い人が。立教大学の宮崎
さやかさんという東京でデモを企画し実行したという人で、グレタさんとも交流してんじゃないかな。ということですね。でその中で、最近の科学が新たな事実として次々と突きつけているのですと、温暖化研究の世界的権威ヨハン・ロックストローム博士と去年新たな研究を発表したと、ポッダム気候永久研究所共同所長のヨハン・ロックストームさんと、彼が何言ってるかというと、地球が灼熱地球に変化してしまう危険があると。産業革命前からすでに1度上昇している地球の平均温度、もし今後1.5度を超えてさらに上昇すると、北極の氷の溶解が止まらなくなり、温暖化が加速、それによってシベリアの永久凍土も溶け、温室効果ガスのメタンが放出、さらにアマゾンの熱帯雨林が消失するなどしてドミノ倒しのような気温が上昇し続け、元に戻れなくなるというのです。で 1.5 度を超えてしまうと地球が温暖化の悪循環に陥ってしまい、さらに気温上昇が加速する可能性があると、このヨハン・ロックストロームさんが言ってるんですね。その限界点が目前に迫っていることが明らかになっていると。世界中の科学者たちが作る組織国連 IPCC が去年発表した特別報告、これまで国際社会は2100年の気温上昇を 1.5 度未満に抑えることを掲げていましたと。しかし早ければ10年後にも 1.5 度に到達すると警告したと。でヨハン・ロックストロームさん、今地球が不安定化する瀬戸際にあることは科学的に明らかと。これからの10年が人類の未来を決めると言っても過言ではないと、こういう恐ろしいことを言ってるんですね。ぜひこのクローズアップ現代、この URL で、画像は見られないんですけど、ポイントをかなり詳しくアップしてますんで、ぜひお読みくださいということですね。それから各企業の、取り組みなんかも取り上げてるんですね。世界の空気が変わりつつあることを実感していると言いますと。でソニー担当者、海外の事業所からは、周りはもうみんな再エネを入れてるよ、なんで日本はやらないのという感じで言われてて、皆様の知恵も借りながら日本で再生エネルギーを増やしていきたいと思うと。で2040年までに再エネ 100% を達成すると宣言したソニー、半導体を生産する主力工場では屋上に太陽パネルを設置するなど取り組みを強化。しかし膨大な電力を賄うにはとても足りないと。そのためグループ内で再エネを融通する新たな取り組みを始めたと。電気の使用量が少ない関連会社の倉庫の屋上にも太陽光パネル7000枚を設置、余った電気を既存の電球を通して必要とする生産工場に送って使用すると。電力会社既存の電線を通して必要とする生産工場に送って使用すると。今回電力会社と共同で初めて実現させたと。ソニー執行役員佐藤博之さん、グローバルでビジネスをやっている企業は今気候変動対応とかっていうのが非常に太陽というのが非常に求められているものであって、こういったものを避けては通らない世の中に来ている。日本の総電力の 1%、 実に原発1基分の電力を消費する流通大手のイオン、去年 RE100 を加盟した背景の一つに
豪雨や台風など相次ぐ異常気象への危機感があると。去年2018年、我々イオングループは72億円の損失を受けていると。福岡県、小売店は台風で2年連続こういった状況になっていると。ことで2050年までに脱炭素を目指し、再エネの割合を増やしていこうとしていると。しかし日本の電気に占める再エネの割合はおよそ 16%、2030年度の目標も22から 24%、海外に比べてはるかに低いのが実情と。イオンでは店舗の壁一面に太陽パネルを設置、さらに電力会社と協力して新たな取り組みを始めました。着目したのは個人の自宅で充電した再エネ、それを買い取り、買い物に使えるポイントで還元しようというのですと。イオン執行役員三宅薫さん、再エネが欲しいんですと。普通に買っている電気だと再エネ率がやっぱり低いんですねと。それを変えていかなきゃならないと。理工担当者、2030年時点での日本の電源構成再エネ比率を 50% にすべきであるということですね。だから政府がやらないんで企業がやるという方向になってるんでしょうね。というのがクローズアップ現代 NHK の特集でしたね。なかなかよくできていますよね。そして今日の推奨本ですね。これはジム・ロジャーズさんの日本への警告で、第2章が終わって今日から第3章ですね。今日27回目の朗読、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だということで、今日読むとこはファーウェイで繰り返される衰退の兆候という5ページぐらいですね。今日これ読みますね。ファーウェイで繰り返される衰退の兆候と。本章ではアメリカ、中国、朝鮮半島をはじめとする国々について、私の目から見える現状や将来を伝えたいと。これらの国のことは折序、お金の流れで読む日本と世界の未来でも触れたが、改めて現状を踏まえて説明すると。まずはアメリカについて、アメリカではトランプ政権が保護主義を強めているが、愚策でしかないと。これはアメリカの先行きをさらに悪化させる要因になるだろうと。もともとトランプが大統領になる前からアメリカは一部の業界を保護してきたと。例えば鉄鋼、スティールはアメリカで長年保護されてきた業界だと。アメリカの鉄鋼業界は何十年も前から外国企業から自分たちを守ってくれと政府に頼んできたと。その要望をアメリカ政府は受け入れてきたため、鉄鋼業界の人々はリストラを行って効果を上げたり、成功している外国企業の手法を学んだりすることもなく、政府による保護頼みとなってしまったのだと。トランプ政権は悪しき伝統を引き継いだ上に、さらにひどいものにしていると。彼は国外から輸入する鉄鋼やアルミにさらに高い輸入関税をかけていると。鉄鋼業を保護政策により守ったとしても、恩恵を受けることができるのは国内3万人の鉄鋼労働者だけだと。アメリカに暮らす3億人以上の人々はそのために高い鉄鋼製品を買わなくてはならないと。保護主義政策の影響はこれにとどまらないと。例えば車の輸入に高い関税をかければ、国内で販売される自動車は高くなる。そうするとその車を買うクリーニング店はその価格を料金に反映させたいと思うだろうと。物流のトラックやタクシーの料金も上がることになる。こうした影響が広がるにつれ、アメリカの多くの国民の生活が厳しくなるのだと。ファーウェイに対してもトランプは強硬な姿勢を崩さないが、ここから私が読み取ったのはトランプの焦りだと。中国はアメリカの8倍以上のエンジニアを毎年輩出していると。図の5ですね。このまま市場競争に任せていては
中国に勝てないとトランプは考えているのだろう。もっともアメリカがファーウェイの製品の使用を禁じたところで、それをもって米中のテクノロジー競争にアメリカが勝てるわけではないと。すでに世界の多くの国でファーウェイ製品は使われているのだからと。市場で戦えないから政治家に頼ると。これはアメリカの鉄鋼業界が行ってきたことと何ら変わりはないと。その愚かな歴史を繰り返しているのだが、長期的に見ればアメリカ経済の衰退につながることだろうと。で、米中貿易戦争の末は武力衝突もあり得ると。ここも読んじゃいましょうね。保護主義を強めるほどにアメリカの経済は悪化していくと。その時トランプは保護政策をやめるだろうか。実は私は逆の予想をしている。トランプはこれまで経済や市場の活況を自身の手柄としてきた。そのため、もし自らの失政のせいで国内経済が悪化したと認めれば立場を失うことになる。しかしトランプはそう簡単に自らの非を認める人間ではないと。彼は追い込まれた末に仮想敵国を立て、経済悪化の責任を負わせるはずだと。最初のターゲットはやはり中国だと。米中貿易戦争はますます本格化し、さらに輸出が盛んな日本や韓国などに対しても強硬な姿勢を取るだろうと。トランプは今、中国との貿易戦争に勝てば彼の利益になると本気で考えていると。これは見当違いもいいところだと。トランプは歴史を知らないか、あるいは歴史よりも自分が賢いと思っているのだろうと。大規模な貿易戦争に陥れば影響は世界中に波及すると。世界の人々は将来に不安を感じ、消費や投資意欲は減退するため、世界の景気は急速に悪化することだろう。世界各国の債務が勝手なく積み上がっている今、政府や企業の信用力が低下してしまえば、返済不安から債券が買われなくなり、金利を上げざるを得なくなる。そして金利が上昇すれば、債務を抱えている国が苦境に陥るのは明らかだと。日本は貿易大国である以上に公的債務も大きいため、貿易戦争によって受ける被害は甚大だと。債務が少なく資源に恵まれたロシアのような国は比較的影響が小さいと考えられるが、結局のところ貿易戦争は全ての国や地域にとってマイナスでしかないと。トランプはずっと貿易戦争はいいものだと言い続けてきた。偉大なアメリカを取り戻すために必要なことだと。トランプが政権に就いた当初こそ、政府に貿易戦争には何の価値もないことを知る人物はいたが、彼らはすでに政権を去ってしまった。今残っている人間はトランプに同調し、貿易戦争にアメリカが勝って利益を得ることができると本気で思っている連中ばかりだと。彼らが自らの過ちを認めるのは取り返しがつかなくなった後になるだろうと。世界最大の対外債務を抱えるアメリカは、経済悪化により国債の債務不履行を引き起こす可能性があると。債務不履行の懸念が高まれば、アメリカ国債の価値は相対的に下がり、金利は上昇すると。この金利を支払う余力を持たないアメリカは、さらに紙幣を刷り続けることになり、未曾有のインフレに見舞われてしまう。その時に直面する問題は、2008年の金融危機よりさらに深刻であり、過去最悪なものになるはずだと。1930年代、アメリカが始めた貿易戦争は経済の崩壊につながり、第二次世界大戦を引き起こしたと。あの時のように貿易戦争から武力衝突のような事態に陥ることも今は否定できないと。いつの時代にも戦争はあった。これまでに哲学者や宗教指導者が戦争を止める方法を見出そうとしているが、まだ実現できてないと。今も世の中のどっかで戦争は行われているし、今後も完全に戦争がなくなることはないと。変化があるとすれば、これらの戦争には女性も参加するだろうということぐらいだと。どんな戦争も政治家による敵を打ち負かすという言葉を真に受けた国民の熱狂から始まると。戦争が始まると、悪と戦っていると誰もが陶酔した気分になるが、取り返しのつかない
破滅が起きた後になって国民は目が覚めると。戦争は完全に馬鹿げたものだと。戦争は人間の時間の費やし方の中でも最悪だと私は思うと。資本を、金銭を、そして生命を破壊するものでしかないと。ひとたび戦争が起これば敗戦国はもちろん戦勝国も多くのものを失うことになると。貿易戦争であれ、武力を伴う戦争であれ、勝者などどこにもいないんだということですね。これはなかなか鋭いあれですね。トランプが絶対彼は、安倍晋三に似てて絶対自分の非は認めないですからね。たとえ状況が悪くなったとしても絶対認めないで、その原因を他に求めて仮想敵国をでっち上げて、そこに強硬手段を用いると。で最悪なのが戦争だという危険性はありますね。だからもう来年10月のトランプ再選は絶対阻止すると。民主党政権に戻すと。その民主党もハイデンじゃなくてバイデンのいわゆる民主党の伝統的な主流派ではなくてサンダースとかあるいはリベラル社会主義的な全く新しい民主党の候補にすべきだというふうに。女性の人気のある人いますね。サンダースがダメであればウォーレンじゃなくて、女性がいますよね。彼女なんかいいんじゃないですかね。ということが今日の推奨本ですね。なかなかやはり先を見通す目っていうのは彼ありますね。今日読んだところですね。推奨本第27回第3章、なんか2つ読んじゃったみたいですね。ということですね。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、現在は42分、約30秒ですね。視聴されている方は同時期で46名様、全体で112名様、コメントが18件ということですね。48分42秒。はい、今日のメインテーマ、安倍晋三と自公政権がこの7年間に犯した重大な国家権力犯罪はなぜ裁かれないのかと。でもし私が特別検察権、もし私がアメリカや韓国にある特別検察官制度が日本にもあって、私が特別検察官であったならば、私は安倍晋三と自公政権がこの7年間に犯した以下の15の国家権力犯罪容疑で彼らを起訴逮捕し裁判にかけるだろうと。でそしてもし私が他の先進国にある日本とアメリカとイギリスに存在しない憲法裁判所の裁判官であったならば、私は15すべての起訴容疑に有罪判決を出して、少なくとも安倍晋三、麻生太郎、菅官房長官ら自公政権最高幹部には極刑を課すだろうということなんですね。
それだけの権力犯罪を彼らは堂々とこの7年間犯し続けているということなんですね。絶対彼らを罰しないといけないというところなんですよ、我々の手で。で15の彼らがこの7年間で犯し続けた国家権力犯罪の15っていうのは一体何かということで1から15を挙げたんですね。1、米国に押し付けられた憲法を改正するとの大義名分で日本国憲法を無視し違反し破壊した罪ということですね。から2番目、デフレ不況克服のためとの大義名分でアベノミクスの名で政府と日銀で総額700兆円の国民資産を横領して金融経済に投入し実体経済を破壊した罪と。3番目、開発途上国援助の大義名分で税金120兆円を海外にばらまいた罪と。4番目、強固な日米同盟の大義名分で国家主権を 100% 米国に売り渡し莫大な額の米国製兵器と米国産農産物を買った罪と。5番目、個別的自衛権行使を否定し集団的自衛権行使を容認した戦争法案を強行成立させて自衛隊が米国の侵略戦争に参戦できる体制にした罪と。5番目、日本の原発は世界一安全と嘘をついて福島第一原発事故の事前警告を拒否して放射能汚染の大事故を誘発し東日本3000万人の住民を被爆させ自然環境を破壊した罪と。6番目か、衆議院の解散権は首相の専権事項と憲法違反の大嘘をついて2度も衆議院を解散して総選挙を強行し不正選挙で勝利しかっこつき勝利して独裁政治を強行した罪と。7番目、消費税増税分はすべて国民福祉に使うと大嘘をついて2度も消費税を増税して国民を貧困化させた罪と。8番目、放射能汚染は完全に制御していると大嘘をついて2020年国際オリンピック東京開催を電通に買収させて4兆円の税金を使って壮大な無駄を強行した罪と。9番目、大手マスコミを買収恫喝して大本営発表報道を垂れ流させ国民に事実真実を隠して世論誘導した罪と。10番目、検察警察裁判所の国家権力を使って戦う沖縄県民、戦う労働組合、戦う市民を弾圧した罪と。11番目、最高裁事務総局を使い原発再稼働反対の住民訴訟をことごとく敗訴させて原発再稼働で原発大国復活を強行した罪と。12番目、日本国憲法を大日本帝国憲法に差し替え戦前の大日本帝国復活を目指す極右ファシスト天皇原理主義者の日本会議や神社本庁や靖国神社などの主張を政策に取り入れた罪と。13番目、極右ファシスト天皇原理主義者を文科大臣に任命して日本の教育を破壊した罪と。14番目、大企業と大企業社員、富裕層、公務員を優遇して富裕化させ一般国民を貧困化させた罪と。15番目、この7年で日本国をモラルのない嘘をついても罰せられない、犯罪を犯しても罰せられない、憲法違反しても罰せられない、法律違反しても罰せられない国にした罪と。この15なんですね。私がもしも特別検察官であったならば安倍晋三と自公政権のこの15の国家権力犯罪容疑で
起訴、逮捕、そして裁判にかけるということなんですね。だからグレタ・トゥンベルさん16歳が悲壮な思いでですね、緊急事態、地球温暖化の緊急事態を国連で訴えたというのと似てんですね。日本もこれほどの権力犯罪、国家権力犯罪が平然と公然と行われ、誰もそのことを徹底的な批判し、彼らを糾弾し、彼らを告発するということを誰もしない日本は国家緊急事態だというふうに私は思うんですね。というのが今日のメインテーマです。要点をアップしますね。安倍晋三と自公政権がこの7年間に犯した重大な国家権力犯罪がなぜ日本では裁かれないのかと。自民党政権打倒をはっきり出したのが山本太郎ぐらいしかいないんですよね。野党は政権打倒って言わないんですね。もし私がこれか、こっちの方でいいか。もし私が特別検察官であったならば、私は安倍首相と自公政権がこの7年間に犯した以下の15の国家権力犯罪容疑で彼らを起訴逮捕し裁判にかけると。韓国では当然やってるんですね。当然のことをやってるんですね。なんだっけ、こっちか。その1、そうだ。でもしも私が裁判官であったならば、私は15すべての起訴容疑に、有罪判決を出して、少なくとも安倍晋三、麻生太郎、菅官房長官ら自公政権最高幹部には極刑を課すと。当然ですよね。最高刑を出すと。で1、米国に押し付けられた憲法を改正するというとの大義名分で日本国憲法を無視し違反し破壊している罪と。これは憲法を破壊するという最大の最悪の権力犯罪ですよ、これ。1、2、デフレ脱却のためとの大義名分でアベノミクスという名で、政府と日銀で総額700兆円の国民資産を横領して金融経済に投入し実体経済を破壊した罪と。これも大罪ですよね。国民資産の横領700兆円という。3、開発途上国支援の大義名分で、税金120兆円を海外にばらまいた罪と。これは特別会計のから出してるんですよ。だから国会の承認とか一切いらないと。財布代わりなんですね。4、
強固な日米同盟の大義名分で国家主権を 100% 米国に売り渡し、莫大な額の米国製、兵器と米国産の農産物を買った罪と。だからこれ売国なんですね。売国っていうのは極刑に値するんですよ。5、個別的自衛権行使を否定し、集団的自衛権行使を容認した戦争法を強行成立させて、自衛隊が米国の侵略戦争に参戦できる体制にした罪と。これも極刑ですよね。6か。5が2つになった。6、日本の原発は世界一安全と大嘘をついて、福島第一原発事故の事前警告を拒否して放射能汚染の大事故を誘発し、東日本3000万人の住民を被爆させ、自然環境を破壊した罪と。6、衆議院の解散権は首相の専権事項と憲法違反の大嘘をついて、2度も衆議院を解散して総選挙を強行し、不正選挙でかっこつき勝利し、独裁政治を強行した罪と。7年のうちに2度も大義名分をでっち上げて野党を分裂させると。2017年の衆議院選挙の直前には小池百合子が突然として希望の党という正体不明の偽装野党を立ち上げて、そこに前原誠司が合流するということで野党の分断化を完全に図ったんですね。それで彼は勝利したということなんですよね。だから必ず野党の分断化を仕掛けて、そして衆議院を解散して選挙すると言ったら勝つのが当たり前なんですね。7番目、消費税増税分は全て、国民福祉に使うと大嘘をついて2度も消費税を増税して国民を貧困化させた罪と。から8番目、放射能汚染は完全に制御していると大嘘をついて、2020年国際オリンピック東京開催を電通に買収させ、4兆円の税金を使って壮大な無駄を強行した罪と。4兆円以上かかるんでしょうね。5兆円近いんじゃないですか。8番目、大手マスコミを買収恫喝して大本営発表報道を垂れ流させ、国民に真実事実を隠して世論誘導してる罪と。世論誘導した罪と。公文書の改ざんとか偽造とか、あるいは全部捨てちゃうと、あるいは議事録を作らないということが常態化しちゃってる異常な国ですよね。10番目、検察裁判所の国家権力を使って戦う沖縄県民、戦う労働組合、戦う市民を弾圧した罪と。辺野古の基地反対闘争の座り込みをしている沖縄県民に警視庁の機動隊を
派遣して弾圧すると、あるいは日本で一番戦闘的な関西生コンの労働組合を徹底的に弾圧して、何回もですね同じ組合幹部を逮捕し長期拘留するという関西生コン弾圧事件っていうのをずっとやってんですね。これ滋賀県警と大阪府警ですよ。これ全部やってるのが、杉田という副官房長官と北村一という、2人の公安官僚出身者ですよ。それと菅官房長官とそして、安倍晋三という国家権力を使うということですよね。から12番、日本国憲法を大日本帝国憲法に差し替えると、そして戦前の大日本帝国を復活するという夢をですね、市場とした極右ファシスト天皇原理主義者の日本会議神社本庁靖国神社などの極右ファシスト連中の主張を政治に、使ったと、政策に反映したという罪ですね。だからやつらは戦前の天皇制、絶対主義、天皇制、独裁の復活を無双してるんですよね。12番目13番目、極右ファシスト天皇原理主義者を文科大臣に、任命して日本の教育を破壊した罪と、今の荻生田日本会議の極右ファシストを文科大臣にしたというのは見え見えですよね。14番目、大企業と大企業社員から富裕層公務員を優遇して富裕化させ一般国民を貧困化させた罪と。大貧富の差がこれまで以上に大格差社会にしたということですよね。で15番目、この7年で日本国をモラルのない国、嘘をついても罰せられない国、犯罪を犯しても罰せられない国、憲法違反しても罰せられない国、法律違反しても罰せられない国にした罪と。いわゆる、法の支配がない国、無法国家にした罪というのが今日のメインテーマで、私が特別検察官であったならばこの15の罪で、安倍晋三とから自公政権の幹部たちを全員逮捕起訴し裁判にかけると。そしてもしも私が憲法裁判所の裁判官の一人であったならば15の容疑全部を有罪にして彼らを極刑にすると。極刑、少なくとも安倍晋三とから麻生太郎と菅官房長官らは極刑と。でそれ以外は無期懲役とか懲役25年とか20年とか10年とか等々でしょうね。それほどまで彼らのやってきたことは罪が深いということなんですね。これが今日のメインテーマです。おそらく誰もいないでしょうね、こんなこと言うのね。現在1時間10分か70分ですね。
視聴されている方が42名様、142名様、コメント32件ということですね。今日のトピックス、今の地球の CO2 濃度は人類史上例のない人体実験レベルという、これはニューズウィーク日本語版9月27日付、これなかなかいい内容ですんで、ぜひお読みください。ニューズウィーク、今まで人類が経験していない規模のレベルの人体実験をしてんだと。恐ろしいですね。太古からずっと低かった CO2 濃度は1965年以降急上昇。生物としての人類がこの変化にどう適応するか想像もつかないと。人類は大量の化石燃料を燃やし続けているが、米中の科学者グループの研究から現在の大気中の CO2 の濃度は人類がこれまでに経験した最も高いレベルであることが分かったと。グループによると、人類は自分たちを対象にして科学実験を行っているようなもんだというと。で、自然科学の学術誌ネイチャーコミュニケーションズのサイトに今週掲載されたテキサス A&M 大学と中国南京大学の共同研究によると、人類が進化を遂げた約258万年から約1万年前までの高新星の時代、大気中の CO2 濃度は平均で 250ppm、 100万分の250だったと。これを現在計測される CO2 濃度と比較すると相当な違いがあると。今年5月にはハワイにあるアメリカ海洋大気庁のマウナロア観測所で最高約 415ppm の CO2 が観測されたということね。この観測結果はこの季節では1961年以来の最高値で、地球の大気中の CO2 濃度が7年連続で上昇したことを示していると。 CO2 は熱を吸収し地球温暖化の原因となると。で、1965年には大気中の CO2 の濃度は 320ppm 前後だったと。この頃すでに過去250万年で最高のレベルにまで濃度は上がっていたと。で、今回の研究で人類の祖先ホモ・サピエンスが登場した約180年前の時代から1965年まで人類は CO2 の濃度が 320ppm 以下の低炭素環境に生きていたことが分かったと。今回の研究の共同執筆者チャン・イーゲはコメントしていると。 CO2 濃度が高い現在の環境は気候と地球環境への実験であると同時に人類への人体実験であると。こういうことだね。だから1965年までは低炭素だったんですね。だから1965年以降、いわゆるガソリンとかガスとか石炭とか大量に燃やして、大量生産の時代になったわけですよね。雪丸正、森かけなどお友達に大金のクイズ。ああ、まあね。でもこれはあれですよね。いわゆる憲法破壊とか700兆円の国民資産の横領等々の15の国家権力犯罪から見れば小さいもんですよ。盛りかけでいくらせいぜい100億とか200億でしょ。森友だったら
土地を割引したということはせいぜい2、30億じゃないですか。これはね、委員長だ、こいつはあれだろうね、所見、これは妨害でしょうね、ネトウヨですよ。ということで何でしたっけ、こういう妨害が入ると話題がボケるんだよね。ということでトピックス、これはアップしましたっけ。これやりましたね。ニューズウィーク、森かけとか、あるいは森友、あれなんか小さいもんですよ。彼らの犯した権力犯罪から見れば15の2番目、トランプ氏、ゴー首相にも情報提供依頼かと。狙いはロシア疑惑捜査米報道ということで、ウクライナ大統領に電話で依頼したことに加えて、つい最近ですよね、オーストラリアの首相に電話して同じような依頼をしたという、これニューヨーク・タイムズが報じたのかな。米紙ニューヨーク・タイムズ、ドナルド・トランプ大統領がオーストラリア首相に対し、2016年米大統領選でロシア介入疑惑をめぐるロバート・モラ特別検察官の捜査の信頼性を損なう目的で、情報を提供するよう求めてたということなんだな。まだモラに対して彼はしつこくあれだね、妨害しようとしてるんですね。米下院ジュリアーニ氏に召喚状と弾劾調査で、文書提出要求ということで、ジュリアーニっていうのは元ニューヨークの市長ですけど、今トランプの個人弁護士してるんですね。それでウクライナの大統領に、いわゆるバイデン副大統領当時と、それから息子のウクライナの国営企業かなでの不正に関して情報提供してくれというふうに頼んだ後の実務者としてスペインかなんかで、会ってんですよね、向こうの担当者とジュリアーニから次、ハンギョレの社説、検察捜査慣行の改革を求めるろうそくの要求に応えよという、これ28日、先週の土曜日かな、韓国で100万とも200万とも言われるいわゆる司法長官に対する検察の捜査はやりすぎだと、検察改革こそ重要だという、長官擁護の大集会が、ろうそく集会が開かれたんですね。これで一気に流れが変わったみたいですね。パジオーリーさん、コンティニューコインですか。これは何かというと、
28日ソウルの単焦塔って単焦道っていうんですかねの検察庁前で開かれた第7回、司法積算維持のための検察改革ろうそく文化祭に参加した市民たちが検察改革などスローガンを叫んでいるという、これは写真の説明か。これで一気にあれですね、形勢が逆転するんじゃないですか。から3つ目、これは何だ。これは関電幹部への金品問題受け取った6人の名前が判明したということで NHK ニュースで、6名の実名を出したんですね。これもふざけてるよね。だから3億2000万なんていう額では収まらないでしょ。その数倍には10億円ぐらい流れてるんじゃないですかね。それから控訴が決まりましたと指定弁護士、これは福岡原発刑事訴訟支援団というところのサイトのあれですね。だから東京地裁で3人の勝俣以下3人の東電の元幹部に対して無罪判決が出たということで、それに控訴すると、東京高裁に控訴したということなんですけど、決まりましたなんて言って喜んでる場合じゃないんですよね。もう答えは出てるんですから、また控訴をしたとしても棄却になるんですよね。で最高裁に上告しても棄却になるということで、彼ら3人を無罪にするというのは安倍政権の意思ですから。だからいわゆる控訴して喜ぶっていうんじゃなくて、日本の裁判制度自体を根本から変えるという発想に転換しないと、戦う側もただ一喜一憂するだけで最終的には負けるんですよね。だからこんないわゆる腐敗した日本の裁判官裁判制度自体を根本から変えるという戦いを視野に入れてほしいというふうに私は思いますね。だから、憲法裁判所を戦い取ると、そして、最高裁事務総局を解体すると。だから今韓国がやろうとしているのはまさに検察権力の解体なんですよね。民主化なんですよね。それをも視野に入れた福島の戦いにやはり、いわゆる何ていうんですかね、既存の裁判制度の中で、裁判で勝ち取ると、戦うと、控訴して戦うぞというのは無駄なんですよ、はっきり言って。やらないよりはやった方がいいんですけど、むしろそれじゃなくて、日本の裁判制度自体、裁判官2000名の日本の裁判官が最高裁事務総局に、1から10まで完全に、支配管理され、彼らの最高裁事務総局の意思に反するような判決が一切出せないという完全支配の体制自体を問題にすべきなんですね。そして、最高裁が一切、憲法の番人としての機能を果たさないと、たった戦後10件の憲法違反判決が出してないんですよね。でそれもどうでもいいような民事裁判的な
いわゆる時の自民党政権を揺るがすような権力犯罪に対する判決じゃなくて、どうでもいいような民事上の判決でしかないと。たった10件ですよ。こんなものが憲法の番人として機能なんかしてないんですよね。彼らは所詮は自民党政権と米国の傀儡政党の自民党政権と、からアメリカの支配階級の番犬でしかないと。そのことを見据えた上で根本的に日本の司法制度を変えるということで、憲法裁判所を戦い取って創設すると。から最高裁事務総局を解体すると。そして最高裁長官以下10名全員を直接選挙で選ぶといういわゆる司法革命が必要でしょ。砂月さん、国民の権利没収改憲ムービーと憲法改正誓いの儀式と自民党がやってるんですよね、これね。ということです。何でしたっけ。あ、そっか。そして今日の重要情報ですね。これは現代ビジネスで、これふざけてるよね。純利益1兆円のソフトバンクが法人税ゼロを許していいのかという、いわゆる会計上の詐欺的な手法で、1兆4000億の損失が出たと。どっか外国の企業に投資してそののれん代を償却して1兆4000億の損が出たという会計上の処理だけで、純利益1兆円のソフトバンクが法人税を払ってないと。こんなのありかということですよね。だからこれはあれですよ、会計基準国際、会計士協会っていうのがあって、それがもうロシアで国際金融マフィアの支配管理のもとですから、彼らに絶対有利な会計基準を勝手に作って、それを各国の会計基準に、適用させているという中からこういうことが出てくるんですね。ということです。今日火曜日ですね。放送はヘチさんですね。お茶ですね。ありがとうございます。現在1時間28分ですね。視聴された方が48名様、全体で169名様、コメントが49件ということでした。たくさんのコメントと、それからたくさんのコンティニューコインと、からギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日は9時、ほぼ予定通り9時から放送開始できましたので、現在日本時間で夜の10時35分ということで、早く終わりましたので、皆さんも疲れないということだと思うんですよね。ということで今日の放送これで終わります。また明日はそういう意味で、語学研修があるんで、お休みさせていただくということで、木曜日ですね、できるだけ9時過ぎには始めたいということなんで、もしよろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。